こんにちは。今日はイノシシ革とクマ革を作っていただいている旦那さんに伺っています。イノシシ革とかクマ革について、そして実際に出来上がった革を見せていただいて、いろいろお話聞いていきたいと思います。これが原皮と呼ばれる生の皮ですね。動物の間そのまんまの皮を、食べ物と同じように塩漬けにして1ヶ月2ヶ月腐らないようにしてます。その状態が今この、原皮の塩漬けと呼ばれるものです。これが手前2つが鹿革ですね。奥がイノシシです。この後なめしと言われる作業があるんですけど、なめしって何かっていうと、この動物の生の皮を皮膚の皮って書くんですね、漢字で。で皆さんが靴とかカバンとか財布とかにお使いになられてる皮を核の皮って書いてるんです。人間の皮膚の皮から、皆さんがお使いの核の皮になるまでの工程をなめしって言います。それは何かというと、人間が使いやすいように耐久性とか耐水性とか、強度を上げることの工程をなめしって言います。で大きく分けてその、下地までの段階ですね。で、それが白なめしとか担任なめしとかクロムなめしとか一般的なものがあるものを、担任なめしとかクロムなめし、白なめし、油なめしとかいろんな呼び方あるんですけど、そのなめしと言われることが第一工程で、次に再なめしっていうものがあります。再なめしって何かというと、お客さんの使いやすいように、デザイナーさんとかクリエイターさんとかが色がこんなんがいい、柔らかさこんなんがいいとかオーダーに合わせて変えていくことを再なめしって言います。そこで油を入れたりですとか、色の調整をしたりとか高度ですね、厚さとかも変えたりします。で、こういうなめしてあるこの中太鼓の大きい太鼓で、こっちやったらだいたい500枚から100枚ぐらいで、向こうやったら100枚から200枚ぐらいの入ります皮が。で、小さいものの染色とか再なめしというのは、このちっちゃいステンレスの太鼓だったりとか、ここの太鼓だったりとかで、小ロットで結構なめしたりします。毛は今ついてますけど、はい、このなめしの工程で毛を抜いていくんですよね。そうです、そうです。そのなめし、いわゆるなめしと言われる強度を上げる段階で、戻しと言われるものがあって、皮に薬品が入りやすいような状態、生に戻してあげるんですね。塩漬けしてちょっとギュッとなってるんで、それをほぐしてあげるようなイメージですね。でそういう工程を経て、脱毛毛を抜いてあげて、それからタンニンを入れてあげたりとか、油を入れてあげたりってする工程が0から1までいうと100通り以上あるんですけど、細かく分けて皆さんにいつもお伝えするのは3つだけですね。なめしと再なめしと最後仕上げと呼ばれるものがあります。いわゆる仕上げというもので、仕上げしてます。皮の表面全くやらない場合もあるんですか？染料だけで終わる場合。そうですね、はい。基本染料だけです、うちは。そうですね。顔料仕上げをしてほしいと言われれば全然顔料仕上げはしますけども、基本的にはお客様にもやっぱ革らしい革を使っていただきたいんで、何も仕上げはほとんどしないんです。触り心地も見た目の表情もやっぱ顔料とかしちゃうと一層膜張っちゃうんで、合皮とあんま変わらないような雰囲気になっちゃうんです。ヌメ革って一般的に言われるものって、生成りの何も染まってないそうですもののことをヌメ革。担任の革とかヌメとか言ったりします。はい。染料だけでもこうやって染まってるとヌメ革とは言わないんですか？ヌメ革って言います。ヌメ革。はい、それもヌメ革なんですよ。ベースですね。ヌメ革って言われる担任なめしとかっていうベースをもともとヌメやったみたいな感じで言われたりしますね。じゃあ表面に何か加工してるとヌメ革ではなくなるってことですか？いや、同じヌメ革なんですけど、はい。例えばなめしの種類を聞くときにヌメとか言ったりします。ヌメとか担任の皮とか。担任イコールヌメ。そうです。一緒です。なるほど。はい。これの機械はグレージングですか？そうです。正解です。ガラスの玉がこの先端についているので、これで強制的に摩擦をかけて、艶っぽくします。やったりやらなかったり仕上げによって変わるんですか？そうです。はい。お客さんのオーダーによって変わります。これは何ですか？ブラシみたいな。これはバフって言われるもので、表面を毛羽立たしたりとかつるっとしたりとかいろんなことができる。はい。要するに表面を磨くような感じですね。最後の仕上げで綺麗に磨いてあげるみたいな。なめし剤とかって値上がりあるんですか？最近。そうなんです。めっちゃありますね。それこそウクライナ侵攻から、
はい、薬品の高騰がずっと続いてて、下がらないですね。まだどんどん上がってますし、結局ウクライナ経由で来る薬品が来ないんですよ。はい、その影響でどんどん、入ってくる量が少なくなってきて、でどんどんその影響で上がってるって感じですね。もう輸出入はしゃあないですね。どんどん上がってますし、運賃もねそれに伴ってガソリンも上がってますから、大和さんとか佐川さんとかそれも上がってますし、全部上がってますね。はい、これが今なめしの最終段階ですね。担任なめしが終わった川になります。これは北海道のカーフと言われる固牛です。太鼓に入れて回すのはその工程ごとに何回かあるんですか？そうです、そうです。いっぱいあります。裏が結構綺麗なんですけど、もともとやっぱり肉とか油とかいろんなものがついたりしているので、それを削る作業だったりとか、そういうのに害虫に出したりとかしてます。だいたいこの状態になるまで原品の毛のついている状態からどれぐらいの期間？2週間かかります、2週間、はい、最短で2週間です。でも状態とかよっては、長く置いたりとか担任の量を増やしたりとかいろいろ工程の工夫をしなくちゃいけないので1ヶ月かかる時もあります。で2週間から1ヶ月の間ぐらいでこの担任なめしと言われるものは出来上がります。中にステンレスの爪と言われるものですね。後木の爪っていう2種類のものがあるんですけど、これをちゃんと全部ステンレスと木に変えることによって中に傷がつかないんですね。皮に傷がつかないんで綺麗に回ってるって感じですね。これで飛び出てるのがステンレスと木でできてる。そうです、そうです。はい、こんな感じで、はい、皮にとっても傷つかないような中に変えてます。ちゃんと。でこれも定期的にメンテナンスとかして、ちょっとグラグラしちゃったら水がこぼれてくるんで、ここから出てくるんですよ。これがさっきのこの外側なんですよね。でこれがちょっとボルトが緩んでくると水が抜けたりとか、やっぱ重たいものなんで、1枚1枚は大したことないですけど200枚とかなったらもうそれだけで、で水も含まれると1トン以上の重さになるんで、そうなってくるとやっぱその棒自体が負けちゃうこともあるんですよ。なので、定期的にメンテナンスはしてますね。ちょっと触ってもいいですか？いいですよ。はい。もう天然担任なんで素手で触っても全然、問題ないです。基本的に皮って副産物なので、日本はもうメインはやっぱお肉として食用として食べられるものばっかりで、それをもともと産業廃棄物で捨ててたんで、ジビエとかもそうですけど年々増えすぎちゃって害獣駆除認定されちゃったりとか、それで、捨てられてるところを、命を無駄なくというか、そういった観点もありまして、あと、最近で言うと SDGs がやっぱどうしても盛んになってきたんで、そういう観点からエコなものづくりっていうのを結構意識してますね。地球環境にいいものをっていうところでやっぱクロムよりもタンニンの方が絶対的にいいので、これがイノシシの原皮ですね。で鹿の原皮です。そうです。今塩漬けしてある状態です。これが出来上がったばっかりの熊の皮です。はい。これがヒグマですか？そうです。ヒグマです。ヒグマの皮です。北海道のヒグマです。黒く染まってるのは染料で染められてる？そうです。はい。水性染料で染めてます。これもこの太鼓の中でずっと回して染めるんですか？はい。でこれはちょっとシュリンクっぽくなってるんで、空打ちって言われる最後に何もないこういう機械を全部太鼓って言うんですけど、洗濯機の縦バージョンみたいな感じなんですけど、その太鼓の、こちらは染料とか薬品とか使うんですけど、また向こうに何も使わない太鼓があってですね、その中で空打ちって言われる、これだけで何もない状態でカラカラずっと回してこういう天然の脂肪っていうのを出してます。それを入れないともっとつるっとしてるんですか？そうです。スムースって言われる平べったい状態ですね。これちょっとボコボコしているのはそのシュリンクと言われる作業を入れてるから、こういうボコボコとなってます。熊の担任なめしのベースです。これ熊革なんですけど、何もないとこういうスムースなつるっとしたような感じです。
これがうちがずっとベースでやってるこれがはい担任なめしのカーフです。子牛ですね。生後6ヶ月までのものを子牛って言ってですね、で6ヶ月から2年以内のものをキップって、中牛皮のことを言ったりするんですけど、2年以上がステアとか、成牛とか大人の牛のことを言います。すごい滑らかです、はい、そうなんですよ。やっぱり人間と同じように赤ちゃんになればなるほど、ね、肌のきめも細かくて繊維も細いので、やっぱどうしてもこういうきめの良さっていうのはカーフにしか出ないですね。ここでは全部担任なめしでやられてるんです。基本担任なめしと白なめしの2点です。向こうは白なめしとかですけど、白なめしは基本的にその油を入れてます。でソフトでシルキーな手触りだったりとか、あとはベースが白なんで綺麗に色が入ったりとか、パステルな色系はあちらです。でビビット系な色はこっちの方が綺麗に出ます。担任なめしの方が深い色が出るので、担任のメリットとしては、コシがしっかりあって、丈夫なピンとした皮が出来上がるという感じですね。タンニンっていうとそのタンニンを出す植物は何なんですか？ミモサとか、クラウンとかケブラーチョとかチェストナットとかいろいろあるんですけど、その樹液を抽出してパウダー状にしたものを今使ってます。原産はいろいろですね。日本のものはほとんどないです。海外のものをずっと植物のエキスを使ってます。その辺のその調合というか、どれをどれだけ使うみたいなのは皮をどう作りたいかによって変わるんですか？そうですね、はい、基本的にやっぱそれぞれの皮屋さんで、個性と言われる味、いわゆる皆さんが味っていうおっしゃってあるものが、この硬さだったりとか、この締め具合だったりとか、表面の具合ですね、それによってパーセンテージがどんどん変わってくるので、入れれば入れるほどしっかりはなりますけど、その分、コストも時間もかかるっていうことだったりとか、デメリットメリットはそれぞれあるんですけど、あと表面のこのタンニンの色がどんどん濃くなっちゃうんで、茶色くなって。そうですそうですそうです。それも良し悪しかなっていうところはありますね。カーフの白なめしバージョンです。全然また鹿とは違ったこのソフトなシルキーな、はい、裏使いも使えるように綺麗にしてます。そう、ビロードみたいな、そうですそうです。タンニンは使う、タンニンも使う。合成タンニンを入れてます。これは白の化学、なるほど。はい。で基本的なこういう茶色の色は天然タンニンっていう、ちゃんとした植物から抽出したものを使ってます。こう呼ばれるものが一応ベースで、白なめしと担任なめしのベースがあります。そういった子牛、カーフもやられてますけど、イノシシとか鹿側もやられるじゃないですか。はいはいはい。そのなめしの違いってあるんですか？その難しいさ。めちゃくちゃ違いますね。そうなんですね。はい。びっくりするぐらいにやっぱ動物の個体差がすごく、例えば同じカーフの中でもでかいやつもいますし、小さいやつもいますし、皮膚がねちょっと弱い子もいますし、強い子もいるんで、同じようになめしても同じようには絶対上がらないんです。それをどれだけこう100に近づけていけるかっていうのが僕らの技術の見せ所で、例えば動物によってもこの薬品を 1% 使う、でもイノシシやったらこの薬品を 5% 使わなあかんとか、例えば牛はそんなに脂ないですけど、イノシシってめちゃくちゃ脂をまとってるので、脂を取ってあげないと薬品が入らないんですよね。なので、その脱脂剤と呼ばれるものをたくさん使ったりとかで、裏を削る作業を多めにしたりとか、動物ごとにやっぱちょっと変えてます。オスのもうごっついやつやったら100キロオーバーの体重、肉もセットなんですけど100キロ以上のものの個体があったりとかして、そういう場合ってもう肩に肩バットみたいな鎧がついてるんですよ。もうごっつい分厚いんですよ。そしたらもう機械の刃が負けちゃって入らないみたいな。そうそうそう、ほんまね、漁の方とかでもここに当たったら弾が弾いて入らないみたいな。いや、これがねちょっと毛穴がね強すぎて。これ毛穴なんですか？めちゃくちゃ太くないですか？分厚いはずですよ。でもここがね背骨の後でなんで、これ辺がねちょうどケツの部分なんですよ。でここ肩傷があるんでオスだということがわかるんで。オスしか喧嘩しないんですか？しないです。メス喧嘩しないです。じゃあ皮もメスの方が綺麗ですか？綺麗さでいうとメスの方が綺麗ですね。メスあるかな。はい。こいつはなんかね質感がちょっと強めなんですよ。メスに比べると。これ綺麗ですね。これなんかちょっとオスっぽいんだよなこれ。多分これオスですよ。西川って触ったらわかるんですけど、
構ね、ここ触ったら柔らかいじゃないですか。うんいわゆる持ちやすいんです、こういう感じで。はいイノシシって持ちにくいんですよ、こういう感じで。そうです。これ食べます皮を剥くときにも持つ重くて難しい。でー、刃をずっと入れながら、力を入れながらやらないといけないので、うんちょっとでも力入れすぎると皮がピリッと破れてしまう。まあナイフの影響です。でこれで全然穴開かずに剥くっていうのはすごく難しいやり方ですね。だから処理場からしか僕は買わないようにしてる。これ素人がやるとあんなだらけです。すごいですね。これぐらいですよ。本当に1個ちょっと開いてるぐらい。もう誤差です、これぐらい。食べるですね。いやー、綺麗に剥いてくれてるみんな。ありがとうございます。結構裏がついたまんま、これはそうです。頭がついてるんで、いわゆるフレッシングっていう裏をきれいに取る作業ができなかったんです。じゃあその肩パッドみたいに入ってるっていうのはこういう状態ですか？そうです。こういう硬さですね。ガチガチなんですね。そうなんですよ。すごい。鉄板みたいな感じの形で、これでもまだマシです。もっともっと硬いの、はい、あります。全然マシですね。すごい。音が違いますもんね。泥染め、はいかっこいいですねこれ。鹿児島の奄美大島に泥染めって土の中に入れて土の中にある鉄分とこのタンニンのものを反応させて、ちょっと茶色っぽく黒っぽくなるような染色の方法なんですけど、土の中に埋めて染色します。タンニンなめしてさっきの素の状態までやったものを埋めるんですか？そうです。はい。これはなんかちょっと絞り模様みたいになって。そうです。ちょっと絞ってます。最初から。はい。これめちゃくちゃいい。柿渋染めです。柿渋でのハケでガーッと一回塗って手塗りしてあげて、何回も手塗りして深く出してます。ちょっとそのハケっぽいこういう、のも出てますし、ちょうどコロナの時期に作ったんですけど、柿渋って抗菌作用もあったりとか、ちょうど歌い文句としてええなと思って作ったんですけど、結構反応はいいですね。やっぱその海外の展示会出した時もやっぱ墨染めとか柿渋染めっていうのは日本にしかない文化なんで、結構食いつきが良かったりしましたね。これはブロークンレザーと呼ばれるもので、表面だけ割ってます。卵の卵白のようなもの、樹脂を塗ってですね、太陽の光で一気にガンと乾かすんですね。そしたら表面だけ硬化するので、皮を柔らかくする機会があるので、それで強制的に負荷をかけて表面だけ割ってます。イノシシ、クマですね。クマですね。これ結構吐き込んだクマですね。これで吐き込んだクマなんですね。全然崩れてないですね。いやめちゃくちゃそうなんですよ。触っても大丈夫？もちろんですよ。すごいこのなんていうか、なんだろうな、耐久性が高いというか、雨でもガンガン履いてるんですけど、ブラッシングしてやるとすぐ戻るんですよね。すごい靴にも使いやすいんですね。製作にもすごくいい。見た目はもちろん完成して履き心地とかもいいんですけど、製作するときに製作し心地っていうか、がすごくいいですね。これはもう普段はフルオーダーですか？普段パターンオーダーとフルオーダーで。オーダーもあるんですね。そうですね。昨日一昨日も大阪で受注会で13足受けたんですけど、半分ぐらいイノシシかクマなんですね。タンナー直で選ばせていただきます。贅沢ですね。やっぱり大きさだったりこの表情、触り心地、やっぱりね、その普通のカーフとかに比べて個体差は大きいので、なるべくいい革を靴にしたいので実際に見て選ばせていただきます。こういったね、傷、イノシシがやっぱりあるの、これ傷というか毛穴ですね。大きい毛穴があるので、これが全くないのを別に選ぶっていうわけじゃないんですけどね、やっぱり中にはこういったかなり傷の大きいものあって、でこういうのを、ね、フルで
靴に入れてしまうと、さすがにその履き心地だったりそのシワの入り方だったりっていうのに影響が出てくる可能性もなくはないですし、左右の対称性だったり綺麗な均一な革の質感っていうのは靴に必要な部分ではあると思うので、アクセント的にこういった傷は入れつつも、前提としてはなるべく傷のないもの、綺麗なものを使っていきたいところですね。やっぱり何を見てるかと言いますと、まずこういった傷というかシミみたいなのが全体で見て少ないこと、そして穴ももちろん少ないことと、あとこういう斑点とかが少ないこと、そういった傷系ですね。傷、穴、シミ系が少なくて全体で見たときに綺麗であることですよね。それプラス大事なのは質感ですね。こう触った時の硬さ感とか、コシ感、意外と触ってみると皮の表面綺麗でもちょっとこれ違うかもなっていう場合もあったりするので、柔らかさ、硬さとか、あと表面に触った時の手触り、この辺を一応見るようにしてますね。やっぱり皮、この1枚からなるべく、たくさん取りたいので、あまりたくさん穴があったり、変なところですね、一番いい場所に大きな穴がある、一箇所だけだったとしてもその穴のある位置とかも結構大事ですよね。この辺がね少しザラザラしてますね。この辺はいいんですけど、この辺ちょっとザラザラしてる。この辺は結構個体差があるので、しっかり選べるっていうのはいいですよね。普段選ばないときもいいのを選んでいただいて仕入れてます。